履いてちゃダメなのって言われたことないからさ、気になんないのってなるじゃん、おむつ履いてる姿に。皆さんこんにちは、現代のものけ姫ことまこです。はい、今日はインスタの方で皆さんからいただいた質問コーナーに答えていきたいと思います。はい、お気づきの方はもうこれはもう3本目なので一人でお話しするのはちょっと寂しいなということで、相方が隣にいながら質問答えながらお話ししていこうかなと思います。じゃあ1個目からどうぞ。好きなやつ。はい、2026年の初夢は覚えてません何覚えてないと。見た夢のことでしょ。これだって覚えてないよ、初夢なんて。なんてって言い方あれだけど、覚えてないでしょって。だから夢見てないでしょ。覚えてる。あの時も夢見たの？なんか一緒にいましたみたいな一緒に寝ましたみたいなことになってるけど、夢見たんだ。でも覚えてないかも。見たなって見たなっていうのはやっぱ緊張して眠りが浅かったかな何を言ってるんだ何をそうだね、いつもより本当に年越した分遅く寝てるから、夢見る時って浅い夢だからさ、ちょっといびきかいてたもんね。マジで、だから何を言っているんだって話が一緒に寝てます感がすごすぎてちょっとちょっとね。はい。洋服どこで買ってますか？特にボトムス。楽天で気軽に買えなくなった。楽天で服を買うことは基本ないけど、今 ZOZO タウンで買う。ちゃんとコーディネート動画撮ってるので、よかったら見てください。でもユニクロかな、せめて。で試着できないリスクしかなくない？そう、車椅子になってから試着できないけど、GU とかユニクロは試着室があんのよ、一応車椅子の人が入る。でも一人でお着替えするのもちょっと大変だから、もう決まったブランドさん、ユニクロだったら1回も決まればさ、このサイズって分かるじゃん、ウエストとか。多くが結構だからみんなゴム系が多いよね、なんでも。私はだから ZOZO でもう決まった、デザインも好きなブランドがあるから、もうウエストももう分かってるから、そこでしか買わないか。はい、次いきます。独身ですか？まだ独身です。この指輪強調してなかった。弟を感じた。はい。車椅子女子です。はい。おむつをしていて、彼との夜が怖くてまだできません。わかります、とっても。わかる。わかるよ、見られたくないもん。下着にパッとつけてるのも見せるのも抵抗あるし、パンツについてるっていうこともそうだけど、そのものをこう横に置いてるのも抵抗ある。まだ今だからそのおむつみたいな形のやつをつけてる姿は見せてないじゃん。抵抗あるね、とっても。なんで抵抗ある？一番は、女の子って思ってもらえないんじゃないかってことよ。なえるんじゃないかなみたいな。おむつをしてることによって普通の女性はしないから。そうだから排泄障害の話した時に、おむつ履いちゃダメなのって言ったの覚えてる？おいに。覚えてない。言ってくれたんだよ。その漏れちゃうから、なんかこう気になるんだよねとかって言った時に、おむつ履いてちゃダメなのって言われて、おむつ履いてちゃダメなのって言われたことないからさ、気になんないのってなるじゃん、おむつ履いてる姿に。最近はさ、生理用品もおむつはあるじゃん。一緒じゃん。その生理用のおむつ型のやつ履いててもなえないの？なえない。でもその時って生理だから、まずそもそもそういう行為はできないじゃん。なえるなえないはないかも。なんかそれででも女性としてそうないんだ。じゃあこの人も別に付き合ってる彼だから、その姿を見せたとしても、いやみたいにはならないんじゃないってこと？わかんない。それはもう本当に人によるんじゃない？でも見せるしかないよね、そんな。次進まないもん。私はだから見せないように、ある意味もう早く脱いだ姿だけを見せるみたいなことしてるから今。そうだね。そう見せたくないからね。それがやっぱもう本当に暗くするしかないよね。だから履く時とかも、いない時に頑張って早く履こうって思うし、なんか今は若干ちょっと違うとこもあるけど、前とかは見ないでって言ってた。もう
脱ぎはぎする瞬間はもう見ないでほしいなみたいな。で脱いだやつはもう自分の服とかに隠してとか、タオルに隠してっていうことをしてた。最初はそれがいいかもね。で徐々にこう慣れてきて、おむつ見せるのが嫌なのか、漏れんのが嫌なのかもあんのかな。あ、そうか。嫌だけど漏れんのも、でも尿の場合はもはや潮吹きだと思えっていう感じだからあ、はい、だから便はな、分かんない。やってて便漏れたことないからさ、尿が怖いんだったらそれは気にしなくていいと思うよね。シート、そうそう、防水シーツ敷いてあげれば布団も汚れないから、ある意味それは潮吹きだと思って楽しんでもらった方がいいと思うはい、次行こうか。はい、治療を始めてから感覚はどれぐらい戻ってきましたか？はい、そうだね、感覚はでもそんな変わんないかも。ずーっと特には変わんないの？変わんないと思う。治療始めてから大きくは変わんないけど、やっぱり筋肉的なところはね変わってない気がする。トイレ感覚みたいなのが昔より分かるだけで、ちょっとだけね、0が1になったくらいだけど。肌の感覚とかも別に変わんない？変わんない。変わんないんだ。はい、次。脊髄 C6 の息子26歳を持つ母です、はい。旅行先のホテルの電動ベッドシャワーキャリーがあるホテルを教えてください。はい。意味わかる？それ読んで。全然わかんない。C6 って首からの麻痺のことを言うんだけどさ、まあ、要は自分でこう状態を起こすのが苦手な感じだから、例えばお母さんとかがこうよいしょって起こしたり、電動だったら勝手にミーって上がってきてくれんじゃん、起こさずに。そういうのってホテルになかなかないから、こういう状態の人たちが旅行行くってうちらよりもおいよりもハードルが高いみたいな。キャリーはね、いや車椅子の濡れてもいいバージョンみたいな感じなんだけど、はないかな。けど電動ベッドは意外とある、探すと。そういう車椅子用ってわけじゃなく、どうしてもちょっといいホテルにはなっちゃうけど、普通に一般的にさ、体のこう傾きを変えてくれるベッドとか今出てるじゃん、ああいう感じで普通に快適な睡眠を送らせるために、この電動ベッド入れてますみたいなところも意外とあるから、なんかホテル電動ベッドって探すと出てくる。ただキャリーはないんだよな。そこはだから結構みんなお風呂入らずに体だけ拭いてもらって終わるみたいな人も多いかも。無理して無理して入らず、1泊2日とかだったら、ならいいかも。体拭いて頭だけ洗ってもらうとか、洗面台で。でも頭もなんかあるよね、ドライシャンプーとかね。そうだからでも電動ベッドはあるからちょっと探してみてください。ホテル名とかわかんないけど、電動ベッドホテルって入れたら出てくるんで探してみてください。車椅子紹介してください。はい今乗ってるのは松永さんのシードという車椅子になります。紹介動画を他に出してるのでそっち見てください。はい、はい、続きまして、はい、今一番やりたいこと、行きたいこと、食べたいものを知りたいです。うわ、いっぱいあるやん。今一番行きたい、でも本当はこの冬にオーロラ行きたくて、オーロラの予約を取ってみたっていうか、予算見積もり取ってみたけど、やっぱ一人で雪国に行ってでオーロラツアーするためにはやっぱアテンドをあっちでもう一日中つけるってなると100万くらいするから、100万以上か、あっちの現地ツアーだけでね。だからちょっと今は諦めてるけど、本当はやりたかったこと、海外旅行行きたい。全然行ってないから。食べたいものは？食べたいもの、牛タン食べたいかも。食べてたじゃん。食べてたじゃん。牛タン、食べてない。写真送ってきたじゃん。一人違う。あれ牛タンでしょ。ペールスープ。ああ、食べた。違う。牛タン定食じゃなくて焼肉の牛タンが食べたい。次。車椅子生活になってから体重が20キロ増えました。いるよね。体重に関して普段心がけていることありますか？今は怪我した時に48だったの。今が51とか2を行ったり来たりして、53になったら太ったなって感じ。1、2が今のなんかもうみんな基準体重になってる
からある意味それを7年間維持し続けてることも頑張ってるんだと思うよ。でも本当に食事かな、運動もするけどたまに本当食事しかないと思う一番は。食事をどうするの？食べなさすぎはダメだから本当に油物取らないとか、お米は絶対食べた方がいいけどおいの場合だから小麦取らないし、あんまり、和食を食べましょう。で朝昼をある意味ちゃんとしっかり食べていいから、夜だけはおかずだけとかにした方がまだその20キロは減るんじゃないかなって思う。であとお酒飲まないのもあるけどね、おいが。あとできるだけだからラジオ体操ね、ラジオ体操朝のラジオ体操するだけでも代謝は上がるから、なんかまず今までやってない何か運動とかを1個加えるだけでも20キロ増えてんだったら多分1回早く落ちると思う。まずそれをやってみてください。次、まこちゃん、お泊まりの時は一人でホテルとか泊まってますか？はい、基本一人です。友達と旅行行くとかじゃなければ基本一人で泊まってます。車椅子の後ろに旅行カバンを乗せたいです、おすすめはありますか？それも前出したんでキャリーケースを自分で引っ張れるみたいな感じに変えてやったやつがあるから、それを見てほしいなと思うけど、結局でもすごい重りをこう引いてることになるから、もう荷物は運べるけど結構しんどい。ずっと筋トレしてるみたいになる、移動中坂とか特に。あれダメなの？電動の動くキャリーケースみたいな。いや、いいと思うけど段差超えれないんじゃない、あの子。一回ずつ段差もこうやってまたやってとかってしなきゃいけないと、なんかその追尾的なやつあるじゃん、やってみたいなって思うけど、でもあれ自体が今度重いでしょ、そうすると持ち運ぶのはいいけど自分で荷物準備してホテル持ってってみたいな、この自分で何かこう持って広げてをするときに大変なんじゃないかなって思った。確かに。だから結局荷物持てない、でも荷物をいっぱい持ったところで今度自分で持てないっていうことが発生するから、ホテルで荷物広げる時とか結構大変だった。自分が持てる、手でこう持ち上げれる範囲の荷物しかも持たない方が俺はいいんじゃないかなって思ってる。はい、いつも元気をもらっています。ポジティブの秘訣を教えてください。どうしてポジティブだと思いますか？ポジティブ以外何もないじゃん失礼、ポジティブ以外何もないって言われた。ポジティブだと思うんだ。思う。どういうところが？ポジティブというよりかは結構真剣な話するといいよ。ポジティブっていうよりかは多分考え方がそういう思考にならないじゃん、そもそもマイナスな。ポジティブになろうと思ってポジティブになる人もいるじゃない。自分のなんていうのね、そうじゃないじゃん、根本的じゃん。悩む時はあるよ、でもでも別にマイナスなこと考えないじゃん。考えるよ。考える？めっちゃ考える。ネガティブになりやすい ADHD って結構。そうなんだ。そう全然そんな感じ出さないけど。めっちゃメンタル弱い。そう？例えば滑舌今日悪かったな、それだけでももうずっと寝るまで考える。じゃあどうやったらそれを忘れるの？いや、やりきってそういうもんだ、そういうもんだ、そういうものだと思ってるから。でもそれは幼い頃からいろんな失敗をしてて、もう割り切れるようになってるけど、だから割り切ろうってずっと考えたらいいんじゃない？でもあるよ。俺もだからそのポジティブというか、その起こった問題があるわけじゃん。起こった問題に対して、これは解決できることなのかどうなのかっていうのを考えて、私自身で解決できないことなんだったら考えないし、誰かそこに入れたことで解決できるんだったらそこに誰かを入れようっていうふうに行動も起こすから、変えようとするね、解決するための行動を起こすから、切り替えが早いってことなのかな。多分悩んでる時間が少ない。そうだね。何か自分でやらかしたな、もう絶対的にも全て自分の中で解決しなきゃいけないなっていうことに関しては、やってしまったことはもう変えれないから、じゃあ今度そうならないようにはどうしたらいいかなって考えるし、もう次がそういうこと起こんないのであれば、じゃあもうやってしまったってなって、もうちょっと映画見ようみたいな感じ。映画見ても考えるのやめようとか。
その物事によるよね。どういうことでそうなってるのかっていう、でもそれが切り替えるかどうかは初めは一人じゃ無理よ。やっぱ誰かそういう人を近くに置いててあげないと、もともとネガティブの人が自分一人の力でポジティブになろう、多分結構難しい。動画やめる時も結構ネガティブじゃなかった？あ、そうネガティブだったね。そうそうそう。でもあれはマクちゃんに相談したから、切り替えが早かったのもあるよね。そうそう、だからやっぱそうやって言ってくれる人に相談することが自分を切り替えれる秘訣だと思う、ネガティブな人に関しては、まあダメなわけじゃないけどね、ネガティブが。でも変わりたいって思うんだったら、そういう人を近くに置いた方がいいなって思うな。炭酸飲料を飲むとお腹が張っておならが出る時がありませんか？わかります。炭酸飲料とか私は小麦かな。小麦と早食いした時にすごいお腹にガスが溜まることを感じるから、勝手におならが出ちゃうのが恥ずかしいみたいなのがあるのね。だからそうなった時はトイレ行って自分でガス抜きをする。何ガス抜き？だからその敵弁みたいな感じで、うんちは降りてきてないけどガス抜くためにお尻に指入れて、こうちょっとほじほじ動かしてあげるとガスだけが抜けるから、そうおならを誘発させてるようなもんだけどね。何もしないよりは絶対その方がお腹も楽になる。車の免許はどのようにして取りましたか？取得するまでは大変でしたか？おいの場合は中途障害だからもう免許を持ってる状態で切り替えになるんだけど、免許センターで運動能力とかをチェックする、免許取る時みたいな、それをやってクリアができたら取れる、書き換えれるっていうのがあるから、それが一般的。初めて車椅子から運転免許取るっていう人に関しては筆記学科は一緒だけど、実技の場合手動装置がないと実技ができないわけよ。そうなったらでも県に1個だけ絶対自動車学校どっかに手動装置を持ってる自動車学校があんの。そこまで行くしかないんだよね。だそれがちょっと多分大変かなって感じ。それってさ、手動装置があったら、大型っていうかそういうのも取れない？普通だけ。普通マニュアルはマニュアル無理か。オートマ限定になる。だから私はマニュアルだったから、もともと免許がオートマ限定になる。悲しいよね。でも海外とかだとマニュアルやってる人いるんだよ。感じ棒を一生懸命さうまく使ってクラッチ踏んで切り替えて、3本あるってことでしょ？そうすごいよ。なんかそういう人もいるらしい。はい、ということで質問コーナー終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。また機会があればやりたいと思います。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。